日の労務相談 Q&A ですけれども、自宅待機命令をするときの書式はありますかです。質問内容ですけれども、社員が会社内でトラブルを起こしたので、実態調査のために自宅待機命令を発令しようと考えています。で、自宅待機命令をするときの書式はありますかということですけれども、まずこの回答の上にある通り、法令上の提携書式は存在しないと。で、ただ、紛争予防の観点から必ず書面で出して、で、下に書かれているような項目を、明確に記載してくださいということになっています。で、一口に自宅待機命令といっても、いろいろあります。今回のようにトラブルがあったから調査、あとは懲戒処分決めるための調査のために一時的な措置である場合とか、あとは業務量が減少、経営悪化に伴うものであったりとか、あと感染症の拡大防止などの安全衛生上の理由から自宅待機命令を出すこともあります。で、その書式に書く項目は、ほぼ同じなんですけれども、その内容については自宅待機命令の理由によっていろいろ変わってきますので、注意が必要です。で、回答の方にどういう項目を入れますかということがきれいにまとめられています。で、まず一つ目は、その自宅待機を出す理由ですね。で、今回のように調査が必要なのか、あとは、例えばセクハラとかパワハラだった場合、ハラスメントだった場合は、また再発しないように、社内秩序の維持のためとか、あと証拠隠滅の恐れがある場合にそれをしないようになどがあると思います。で、とにかく出勤させながら調査できなかった合理的な理由がしっかりあるかどうかっていうのが問われますので、こちらはしっかりその理由があっての自宅待機命令なのかどうか、客観的な合理的な理由が必要になります。そういう理由をまず記載すると。で、次にその自宅待機期間の設定ですけれども、特に規定がない場合には必要最小限でなければいけないと。で、先ほどの理由にしてもそうですけど、この期間にしてもそうですが、あまりに度を超えたものであると、業務命令権の乱用っていうことにもなりますので、必要最低限、調査のためにこれくらいの期間がいるというふうな設定にしていただく必要があります。で、ちょっと賃金飛ばしまして、あとその命令書に出すのは、待機期間中の遵守事項ですね。こちらを入れていることもよくあります。証拠隠滅の恐れがあるんであれば、会社施設に立ち入り禁止だったり、あとは会社からの連絡にすぐちゃんと答えてくださいねとか、いつ来なさいって言われたらすぐに会社に来なさいとか、そういう遵守事項を入れていることも多いです。で、最後に重要な項目は待機期間中の賃金ですね。ちょっとこちらについて、ちょっとフォーカスしてお話ししたいんですけども、まず賃金は労働の対価として支払われるものなので、労働してない時間っていうのは、ノーワークノーペイの原則で、賃金が発生しないのが原則です。で、ただ、例外的に、労働ができなかったことに対して、会社に責任がある場合には、賃金の支払いが必要となる可能性があると。これは皆さんご存知かと思います。で、よく自宅待機の時と、混乱してしまうのが、懲戒処分の出勤停止ですね。先ほどのは、今回の話は業務命令としての、出勤停止で、懲戒処分としての出勤停止とは、また全然意味合いが違います。で、出勤停止としての懲戒処分としての出勤停止処分の場合には、基本的に従業員の制裁であり、従業員に責任があるということですので、基本的に出勤停止中の賃金は支払う必要がありません。で、今回のは、業務命令としての出勤停止なんですけれども、これは原則として賃金の支払いが必要であると。で、
これは制裁の処分ではなくて、あくまでも問題行為の調査及び処分の内容の決定のために、自宅待機命令をする場合なので、原則として満額、賃金の支払いが必要です。ただ、就業規則上に、平均賃金の6割払いますとか、賃金を支払いませんとかっていうふうな規定にしていて、それにのっとって、処理をして、別に、認められている場合もあります。で、実際の判例なんですけれども、名古屋地裁の平成3年の、判例なんですが、暴力行為を理由に自宅謹慎、業務命令としての出勤停止ですね、と、懲戒解雇処分を受けた事例で、自宅謹慎期間中の賃金を支払わなかったことに対して、使用者は当然にその間の賃金の支払い義務を免れるものではないとして、賃金の支払いが必要と判断された裁判例があります。で、ここには、支払わないっていうことにする場合には、2つの理由が必要だと。で、1つ目は、労働者を就労させないことにつき、不正行為の再発、証拠隠滅の恐れがあるなど、緊急かつ合理的な理由が存在する場合。この1つ目ですね。それか、あるいは、これを実質的な出勤停止処分に転嫁させる懲戒規定上の根拠が存在すること。今言った1つ目か2つ目があれば、賃金を支払わないということができるんですけれども、今回の判例では、それのどちらかも満たしていないということで、賃金を支払いなさいという判例が出ました。で、ちょっと分かりにくかったのが、その2つ目の実質的な出勤停止処分に転嫁させる懲戒規定上の根拠なんですけど、具体例としては、例えばですけども、懲戒に先行する自宅待機命令の期間中の賃金は、実際に懲戒処分がなされた場合には不支給とするみたいな、例文みたいなものが、規定例があればいいということなんですね。なので、満額支払うのを原則っていうふうにお話ししましたけれども、ちゃんと規定上に、そういう調査のための時は平均賃金の6割ですよとか、懲戒処分につながるようなものである場合は無給としますよみたいなものが、しっかりと、就業規則に記載されていなければいけない。ですから、もし万が一こういう事態が社内に起こった時に規定を見ると、何もそういう賃金について書かれていないのであれば、6割とするよりは満額として支給した方が安全とも言えます。はい。ですので、事前の予防策として、こういうことがあった場合を想定して、懲戒処分とか、そういうところの自宅待機の時の賃金の支払いをどういうふうに定めているのか。で、定めていない場合は、定めるっていうことを、お勧めしたいと思います。本日は以上です。